お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日の動画についてはですね、猫を作るときに子猫を作るのか、大人の猫を作るのか、それによってね、若干ね、顔の作り方が変わってくるので、その解説をね、していきたいと思います。お疲れ様です。羊毛フェルト虹玉屋の北川武です。僕は羊毛フェルト作家としてね、現役で活躍している傍ら、オーダー作家をね、育成する専門家としても活動させていただいています。そして、この YouTube チャンネルでは、これから作家を目指そうとしている方、あるいはね、リアルな作品を作れるようになりたいと思って日々練習している方々、そういった方たちに向けて、作家で食べていく方法や、リアルな作品を作るための技術、あるいは、ね、必要な考え方とか、そういったところを発信しているチャンネルです。ぜひね、チャンネル登録して、ご自身のレベルアップのためにね、活用していただければ嬉しいです。例えばこの猫作品。これについては、モデルは生後7、8ヶ月の子なんだけれども、やっぱりね、大人の猫とはちょっと作り方が違います。というように、生後半年未満の子を作るとき、それから半年から1歳ぐらいまでの、そのくらいの年齢の子を作るとき、そして大人の猫を作るとき、このね、顔の形の違いっていうかな、そこについてね、少し解説していきたいと思います。ぜひね、これから子猫を作ってみようかなって思う人はね、このイメージを持ってね、作ってもらうといいんじゃないかなと思います。それではね、本編の方始まります。はい、それではですね、子猫と大人の猫、この顔の形の違い、これについてね、解説していきたいと思います。まずですね、大きく3つに区分しておくといいかなと思います。僕はね、こんな感じでざっくりとなんだけど捉えていて、大体生後3ヶ月から6ヶ月くらいの子を作るときのバージョン、それから生後半年から1歳程度の子を作るとき、そして2歳以上、大人の猫を作るときの作品というところで、大きく3つに区分しています。で、これね、何が違うかっていうと、顔のフォルムも違うし、だんだんパーツの大きさも変わってくるっていうところですね。で、例えばこの鼻のラインを全て一直線に合わせて、この鼻のてっぺんっていうかな、そこを基準にそれぞれこういう風に合わせてみると、ちょっと分かりやすくなるんだけれども、なんていうかな、顔の、鼻から頭のてっぺんまでのその距離っていうか、その比率がね、だいぶ変わってくるんですね。で、もうちょっと分かりやすくすると、こんな感じ。顔の中心。このまん丸い顔の中心がだいたいここ。で、この顔だったらここ。で、大人の猫の顔だったらだいたいこの辺が中心。っていう風に、ここで十字を切ってあげると、顔の中心のポイントっていうのがこうやって変わるの分かります？で、普段皆さんが作ってる大人の猫の顔を作るね、ベースで作るとき、この、だいたいここの目の下が中心線になるようにね、作ってると思います。で、子猫の時はこれがね、大きくずれるんですね。で、どれぐらいずれてるかというと、こんな感じです。だから、若い猫になればなるほど、この目の位置自体がすごく下に下がってくる。だからこのですね、額の高さっていうかな、頭の大きさ、ここの幅が広く作らないと子猫らしい顔にならないんですね。で、中間のこの生後1歳未満ぐらいの子を作るときも、大人の猫を作るときよりも、ここの距離っていうのは少し多めにしておかなきゃいけないし、耳の大きさ。この年齢を作るときは、耳をですね、大きく作らなきゃいけないんですね。で、逆に、本当に小さな子猫を作るときは、まだ発達してないから耳は小さく作らなきゃいけないし、マズルも小さく作る必要があるんですね。これはまだまだ骨格が成長していなくて、パーツが小さいからそういう風に作らなきゃいけないですね。そういう風にですね、作る年齢によって顔の形が、なんていうかな、パーツの位置関係が変わってくる。そこをね、ちょっとね、イメージしてね、作るようにしてください。はい。というわけでね、ベースでちょっと見てみると、普段このように作ってますね。で、子猫を作るときは、この目の下線部分、この位置がぐっと下に下がって、ここになりますね。で、さっき画像で見たように、頭の位置が、ここのね、長さ、ここをしっかりと作ってあげなきゃいけないから、頭が大きく作ってあげる必要がある。そして、口元は小さく。で、目の位置は下に下がるっていう感じ。で、例えばこの大人の猫を 12mm の目玉で作ってる作品で、同じように 12mm の目玉で子猫を作るのであれば、当然パーツの大きさが変わってくるから、
最初に作るベースの大きさね、大人の時は4センチで作ったけど、それを 3.5 センチにしてみるとか、一回り小さく作る必要があります。ただ今僕が 3.5 センチって言ったのはちょっとざっくりと言っただけであって、実際はその作るモデルの子によって目の大きさもちょっとね違ったりするので、何センチっていう風にその決めて作らなきゃいけないではなくて、見たままモデルの子、作りたいモデルの子をしっかり見て、その子に合わせて作るっていうようにしなければいけません。はい。というわけでですね、今回はすごく簡単だけど、子猫を作る時の顔の形と大人の猫を作る時の顔の形の違い、ここをね簡単に解説しました。でこれは犬を作る時も同じような考えだし、例えば何て言うかな、リアルな作品を作るだけじゃなくて、そのリアル可愛い感じの作品、大人の猫で作るっていう風な作風の人とかもいると思うんだけれども、そういう風にしたい人は可愛く見せるためにはやっぱりこの子猫のフォルム、こういった顔の配置の位置関係、これで作ってあげると可愛らしい感じの作品になるし、こういう形で作ってあげるとよりリアルな感じに近づいてくるので、そういう風に作品を作るときに使い分けるっていうこともできるのでね、いろいろね工夫してやってみてください。はい、今回はね簡単でしたけど以上です。ぜひねこんなイメージ、このねこれからこれを作るんだよっていう時のこのイメージをねしっかり持って作品作りに取り組んでみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。現在僕が行っているオンラインの羊毛フェルト教室について解説したいと思います。羊毛フェルト上達塾という名前でね、このようなサイトで実施しています。内容はね、ざっくりとこんな感じになっていて、みんなでワイワイできる掲示板、それからね、素材を買いに行くことができるリンク集が貼ってあったり、普通の教室とちょっと違うのは、このマインドセットっていうね、項目があります。これは作家で食べていくために必要な考え方とか、あるいは技術アップしていくために必要な考え方とか、そういった考え方のね、話を載せているページになります。そして基礎練習というところで、基礎技術のこと、そして各パーツの作り方、そしてイメージ力を鍛えるって、ここがね、僕が結構重要視してるポイントです。このページでは作品の技術、テクニック、そればかりを学んでいても、そもそもイメージする力がないとその力は育っていかないので、技術アップするためにまずイメージ力を鍛えようっていうね、そんな解説をしている動画がたくさん揃えられています。そして猫の作り方というところで、今現在準備されているのがこの4本。4本といってもこの中身はね、もう30本以上の動画から成り立っているので、1本15分くらいの動画です。これを見ながら、レッスン動画としてね、1から10までしっかり学びながら作ることができます。それと、犬の作り方というところで、現在用意しているのはコーギー、チワワ、それから柴犬の顔の途中までなんだけれども、レッスン動画が用意されています。で、これらはこれからも少しずつね、動画が増えていきます。僕のオンライン教室は普通の羊毛フェルト教室と違って、レッスン動画を見て、このように作品を作ってみましょうっていう教室ではありません。このようにね、レッスン動画は各種用意されているから、そのように使うこともできるし、でも僕が一番皆さんに伝えたいことは、なぜ上達していかないのか。これまでいろんな教室に通って習った人もいると思います。講座を買ってやった人もいると思います。独学で本を読んだり動画を見たりしてやってきた人もいると思う。だけど、なかなかうまくいかない。それはなぜかっていうことを知ってほしいのね。で、それはまずイメージすることができないから。形を。これから作ろうとしているものに対してもっと興味を持ったらどうなってるんだろうって自分から調べてっていう、この練習に必要な力、それが多くの人に備わってません。そういった力を身につけてもらうために、このイメージ力を鍛えるっていうページを作っています。この中身はこんな感じになっていて、これはね、僕がプロとしてうちの講座専門の作家としてやってきたノウハウが全て詰まっています。似せて作るためのポイントだとか考え方とか、そういったものを動画にしています。そしてこのマインドセット、自分がどうなりたいのか、そういったことがしっかりできていないと何をやっても身につかないんです。だからこのマインドセットという考え方の解説もいろいろしています。今はねこの5本しかないんだけれども、これからどんどんこの話も増えていきます。といった感じで、僕のオンライン教室は基本的に動画から見て自分の好きな時間に学べるようになっているけれども、普通の教室やオンライン講座と違うのは、さっき言ったようにマインドセットだったりイメージ力の話だったり、そういったものが
学べる教室になっています。なので、テクニックや技術、そういったものを学びたいという人は、僕の教室に来ても身につくことはありません。それは高い技術を教えている先生はもっとたくさんいるので、そういった方たちのところで学んでください。僕のところに来るべき人たちというのは、これまで自分なりに頑張ってきたけど、なかなか上達しないんだ。うまくなりたいんだ。そういう人がね、来てください。僕のところで必ず上達していきます。そして現在皆さんにお見せしているこのページっていうのは、毎月7700円で受講できるレギュラーコースになっています。で、この他にもう一つ、プレミアムコースというのがあります。基本的に中身は一緒です。ただ一つ違うのが、このプレミアム添削サポートというのがプレミアムコースにあります。これは毎月2回、5日と20日って固定されてるんですけど、そこで僕から作品の添削、アドバイスをもらうことができます。このプレミアムサポートは1年契約なので、もう1年間きっちり学びたいっていう人がぜひね、入ってほしいコースです。毎月2回ね、自分の作った作品の添削を受けることができる。これはね、とても技術アップに必要な要素です。自分の中にはない考え方や視点、そういったものをしっかりともらえる機会なので、ぜひね、どんどん活用してください。そしてこのね、プレミアム添削サポートは何も、このサイト内に用意されているレッスン動画、これを見てね、作った作品の添削を受けれるっていうことじゃありません。自由でいいです。例えば、自分が実際にオーダーを受けている作品を添削受けたいとか、あるいは、このレッスン動画には全然載ってない犬種や猫、自分家の猫とか、そういったものを作っているけど、その作品を添削してほしいとか、そんなんでも何でもいいです。そして、皆さん大きく勘違いしてるんだけど、作品がね、ある程度完成した状態で添削を受けるって思ってる人がいるんだけど、そんなことはね、必要ありません。どんなに中途半端な状態でもいいです。全然形になってない状態でもいいです。なぜなら、その形になってない状態での疑問や悩みがあるからです。そこをしっかりと現在こんなことでやってるけど、ここで悩んでますとかつまずいてますっていうふうに質問してくれると、こういうふうに考えるといいよとか、こういうふうにしてみるともっとこうなるよとかっていうふうに自分の中にはない気づきをもらえるので、するとどんどん自分の引き出しが増えていくのでね、確実に技術アップしていきます。これを1年間やったら間違いなく上達します。なのでね、ぜひね、本気で上達したいって思ってる人は、このプレミアムの方をね、受講するのをお勧めしています。まあ、ざっくりとした説明でしたが、僕のやっているオンライン教室、羊毛フェルト上達塾、上手に作品を作ってみようっていう教室ではありません。今まで練習してなかなか上達しなかった人が上達するための教室です。ぜひね、自分に合ってるって思う人はね、動画の概要欄にね、リンクが貼ってあるので、ね、そちらの方をね、見てくれると嬉しいです。もしね、わからないことなどあったら、YouTube のコメント欄でもいいし、LINE 公式の方からでもね、質問してもらえればね、僕直接答えますのでね、どんどん質問ください。それではね、皆さんがね、来てくれることをね、お待ちしています。一緒にね、練習して上達していきましょう。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。